雑木林の林床に落ちているどんぐりからアリを採集する方法を紹介した第1弾の続編です。林床に落ちた、朽ちたどんぐりの中には、アリが営巣していることがあり、それを採集するという、方法になるんですけれども、探す場所は、腐葉土と、落ち葉層の間、この辺りが、林床に住む、土壌生物たちの、生活の場所になっているので、その辺りを中心にどんぐりを探していきます。また詳しくは、ボリューム1の、動画の方もぜひ、参考にしてみてください。そして第1弾では、このどんぐりからアリを採集するという方法で、こちらの鱗アリのコロニーと、よく似た種類ですね、平田鱗アリのコロニーを採集できました。今回の採集では、さらなるアリの発見を求めて、同じ、どんぐりの採集という方法でアリを探していきました。そして今回の採集は、2月8日配信の、アリのエンサイクロライブどんぐり開封ライブという配信の中でどんぐりを割る作業を行っていきました。では、どんぐりの中を見ていきたいと思います。この採集方法はもうひたすら、根気と単純作業の繰り返しです。ひたすらどんぐりを割って、中を入念に確認していくという作業です。そして、2、30分割ったところでしょうか。個数にしたらおそらく2、30ぐらいですかね。1つ目のコロニーを発見することができました。どんぐりから、アリの姿を見つけたら、石膏ケースなどを用意して、捕獲の準備をします。そして、少しずつどんぐりの中を崩していくという感じですね。小さなアリが入ってますので、慎重に潰したりしないようにしながら、どんぐりを開けていきます。そして、最初に見つけたコロニーはヒメムネボソアリというアリのコロニーでした。このアリはですね、僕は初めて、見るアリでした。こういった、新しい出会いがありましたね。そしてムネボソアリの仲間は、普通のムネボソアリは枯れ枝などからよく見つかるんですが、ヒメムネボソアリは初めて、見かけた形ですね。そして丘陵部から山地帯などに、生息していて、林床などの枯れ枝に営巣するという、生態だそうなので、まさにという感じですね。そしてまた、20分、30分ぐらい、割り続けたでしょうか。2つ目の、コロニーを発見しました。こんな感じでちょっとずつどんぐりを割っていって、中を見ると今アリを、見つけたところですね。で、逃がさないように一度、どんぐりを閉じて、また準備を整えては、割るという感じですね。で、どんぐりの中にはこのようにアリのコロニーが入っていました。このコロニーは平田鱗アリのコロニー。こちら第1弾でも登場した、鱗アリの仲間ですね。顎の形が、顎がちょっと短いタイプの、鱗アリということで、一般的な鱗アリとちょっと顔が違う感じに見えますね。あと、顔がですね、横から見ると結構平たいので、そのあたりがおそらく平田という名前の、由来かなと、思っています。頭部や胸部にあまり毛がなくてですね、割とつるっとした印象の、光沢を持っています。こういったどんぐりの中などに、コロニーがすっぽり収まるような、サイズ感なんですね。はい、そしてまた、しばらく、どんぐりを割り続けて3つ目のコロニー。はい、このように、石膏ケースの中で、割っていくと、安心ですね。落ちても、ちゃんと、捕獲できます。
さてこれ3つ目のコロニー、何が出たんでしょうか。はい、こちらはですね、1個目の、発見と同じ、ヒメムネボソアリのコロニーでした。1つ目のコロニーよりちょっと、コロニー規模が小さそうですね。この画面の部分は、本当にコロニーの、ほんの一部分の、ところなんですけれども、2、30匹ぐらいのコロニーだったかなと思います。中央付近に今、ヒメムネボソアリの女王が、歩いていますが、ワーカーも女王も、黄色、もしくは黄褐色ですかね。ちょっとそういった、色で、体が黒い、通常の普通のムネボソアリに比べると、やっぱり雰囲気が違いますね。ワーカーで言えば体長が2ミリ程度なので、ちょっと小さめのムネボソアリという形ですね。とても綺麗で可愛い、アリのような感じです。そして、4つ目のコロニー。同じように、どんぐりを割っていくと、はい、ここでアリが出てきました。で、今回のコロニーは、割とアリが活発に動いていてですね、すぐにケースに入れて蓋をしました。こちらはアメイロアリのコロニーでした。アメイロアリですね、土の中に巣を作ったり、石の下に巣を作ったり、朽ち木の中に、住んでいたり、で、今回どんぐりからも見つかりました。とてもいろんな場所に、住んでるというアリですね。はい。そして、5つ目。これ採集してきたどんぐりの、もう本当に最後の方に、出てきたアリなんですけれども、はい。今回の採集の、最後の発見です。黒っぽいアリですね。が出てきた感じです。はい、そしてこちらのアリはハヤシムネボソアリのコロニーでした。今回はこのムネボソアリの仲間が、3コロニー出た形ですね。で、前半に出てきたヒメムネボソアリとは違って、黒いタイプの、ムネボソアリ。より普通のムネボソアリに、似てる種類ですね。こちら女王です。ワーカーが寄ってきました。で、ムネボソアリに比べると、こちらハヤシムネボソアリの方が、全身複節歯というトゲ、胸部の後ろの方にあるトゲなんですけれども、これが長いですね。それからこのアリも、森林や、林床や、枯れ枝の中、そういった場所が生息、環境になっているそうなので、やはりどんぐりから見つかっても、確かにあり得るのかなという種類でした。ということで今回は第2弾としてどんぐりからアリを採集するという方法をお届けしました。そして中に入っていたアリは今回5コロニー、種類にしたら4種類ですね、見つけることができました。中でもヒメムネボソアリとハヤシムネボソアリは僕が個人的に初めて観察したアリになりました。またどんぐりという特殊な環境を探ることで今まで見ることがなかったアリたちを観察する機会になるのではないでしょうか。ということで今回はどんぐりからのアリ採集ボリューム2をお届けしました。